2025年に楽しんだ実写 BL を振り返ってみます。このチャンネルは BL の話ができる友達がいない私の美貌録です。こんにちは、K です。2025年はたくさんの BL ドラマで大忙しの1年でしたね。私は BL ドラマにハマったのが遅かったので、過去作を見ているうちに新作のラッシュで1年間が本当に充実していました。追うのが大変なほどの数に嬉しい悲鳴とはまさにこのことですよね。以前2025年の BL ドラマを主題歌で振り返る動画を作りました。さらにショート動画で実際の音源を使って一通り振り返ることができるようなリストを作成しました。次々と予約投稿でアップして、現在はふったらどしゃぶりからイフ恋まで全て公開されています。ご覧いただいた方もいらっしゃるでしょうか。リストで順番に再生していくと、今年の放送開始順に振り返ることができるようになっています。よろしければ概要欄のリンクからご利用ください。私が見た BL ドラマの14本含めていないのはラブシーはまだ見ていないので入っていません。僕たちんち、これは見ましたが BL ドラマには含めませんでした。めちゃくちゃ良かったです。3話くらいからかなり面白いと思い始めて、最初は何がハマらなかったのか振り返ってみると、どうやら私は手越くんが苦手だったようです。個人の感想です。そしてネットフリックス映画のテンダンス、こちらも含めていません。これは別格です。監督、制作陣、役者陣はもちろんのこと、ネットフリックスの制作費は文字通り桁違いなので、テンダンスのクオリティを考えると他のドラマと同列に並べるわけにはいかなかったという。ネットフリックスで制作している知り合いが何人かいるのですが、某番組のプロデューサーがテレビの制作費とはゼロが1個違うと言っていました。今は新規の企画を受け付けていないらしいので、それなりの実績や名前のある人しか企画が通らないのでしょうね。テンダンスは映画を見てから原作を振り返ってみました。改めて別の楽しさがあると思いつつ、映画版は実写ならではの見せ方で、圧巻のダンスシーンと杉木と鈴木の2人の関係性も言葉にせずとも伝わってくる空気感に2時間があっという間でした。2人の色気にやられ、思わず動画にした作品で、これからも何度も見返すと思います。 BL 映画としては異例とも言える。しかも海外では R18 指定の国があるにもかかわらず、上位にランクインしている衝撃の作品になりました。とにかくめちゃくちゃ良かったです。まずは2025年の BL ドラマを放送が開始された順に振り返ります。ふったらどしゃぶり、これはもう見終わってすぐに1本の動画にした作品です。大好きな市穂道先生の小説が実写化されるとのことで、発表から楽しみにしていました。期待を超えた作品でした。彼女とのレスに悩む営業マンの萩原和明と同居する幼なじみ藤沢和明に片思い中の半井聖。萩原が自分に送ったつもりのメールが間違えて届いてしまったのが聖だった。聖が和明の名前をアドレスに使っていたための偶然が、それをきっかけにメールのやり取りや相談をする仲になっていく。実は同じ会社で働いていた2人がメールの相手を知った瞬間や、その後も変わらず相談相手になっていく中で、それぞれが限界を感じて一線を越えてしまう。体だけの関係では抑えられなくなった2人の気持ちと、それぞれの関係がどうなるのかという話です。原作が良いので、それを7話にまとめたのはすごいと思いましたし、原作の再現度が高くて感動でした。役者陣がまたすごく良かった。この時点で私がそれまでに見た BL ドラマの中で文句なしの1位の作品になりました。動画にしていますので、よろしければ概要欄をご参照ください。エンディングの明けない夜は主題歌ランキングを決めるとしたらワンツートップに入ってくる楽曲でお気に入りなのですが、ショート動画で使える音源が見つからずに、リストの中で唯一音が入っていませんのでご了承ください。続編、スピンオフの実写化は本気で熱望する作品の一つです。幸先の良いスタートかと思いきや、しばらく BL ドラマの新作がなかったので、それからはまだ見ていない作品を見ているうちにあっという間に時間が過ぎていきました。その後は言うまでもなく、怒涛の新作ラッシュで皆さんがご存知の通りです。続 BL ドラマの主演になりました。これは続編ということで、私はテラサで前作から一気見しました。コメディ要素もありつつ、
ひたすら楽しい作品でした。一途な思いが伝わってきて可愛らしい話でしたよね。これも続編の話をした動画にしています。役者さんたちがうまいと安心して見られるのも良いポイントです。前作で晴れてカップルとなるも、その後はこれといった進展のない雄一郎とはじめはちょっぴり攻めた行動に出るが、雄一郎からはまさかの反応。お互いのことが好きなのになかなかキスの先に進めずにモヤモヤする2人。そんな中、はじめは昔なじみの先輩俳優灰原と、雄一郎は新進気鋭の映画監督山吹とそれぞれ仕事をすることになり、近づいていく様子に嫉妬が入り混じりつつ、最後はずっと言えなかった本音を打ち明け合いという話。途中の2人のモダモダが本当に可愛い話でした。被写界深度、これも良かった。炎上先生の原作が好きで、再現度が高くて感動ものでした。もともとあまり漫画を読まない私が炎上先生の他の作品きっかけで作家買い、表紙が綺麗で表紙買いしていた作品でした。高校生の早川はある過去の出来事のために大好きだった音楽を自ら捨て、心を閉ざしてしまっていた。時にはその空白を埋めるために誰彼構わず体を重ねることも。それでも心は満たされず、息が詰まるような苦しさに襲われたある日、早川は校舎の屋上へと向かう。空と海が美しく溶け合う誰もいないその場所では、捨てたはずの音楽を自然に口ずさむことができた。そんな屋上で出会ったのは同級生の今野。不愛想だけれど大好きなカメラにまっすぐ向き合う今野に、早川は強烈に惹かれてゆく。けれど同時に好きなことや夢に対して全くぶれない今野と自分を比べ、どうしようもない嫉妬と劣等感を募らせていった。複雑な感情に押しつぶされそうになった早川はままならない思いをぶつけてしまう。その日以来、2人の関係は友情から別のものへと変化していく。そして物語は大学生編へ。今野は希望通りに美大でカメラを学んでいるが、早川とは疎遠になってしまっていた。しかしある出来事がきっかけとなり、彼らの運命が再び交わっていく。地上波放送もあったので、多くの方に見ていただけてよかった作品です。雨上がりの僕らについて。社会人の奏慎一郎は学生時代の苦い思い出から同性愛者であることを隠し、もう恋はしないと心に決めていた。そんなある日、高校時代の親友であり片思いの相手だった真城康介と再会する。6年ぶりの再会をきっかけに2人は過去と向き合い、自分自身を見つめ直しながら前に進み始める。1話で再会した2人が思いをぶつけ合って付き合うことになり、そこから始まる物語。すれ違いや時に傷つけ合いながらも不器用に思い合う2人。同棲を始めて言いたいことが言えない時期や、それぞれの家族との関係、会社の同僚との関係など、じっくり描いたストーリーでした。楽田翔子先生の原作を購入しました。まだ読んでいないのでこれから読みます。40までにしたい10のこと。40歳まであと3ヶ月。10年以上恋人なし、恋は諦めたアラフォー上司東條すずめ。見た目はクールだが秘めた恋心を持つ年下アラサー部下田中圭司。すずめさんが作成した40までにしたいことリストを部下の圭司に見られたところから一緒にやっていくことになり、という始まり。あなたのこと余裕で抱けます。原作のキラーワードを使ってくれて1話の衝撃はすごかった。ベテランの風間俊介くんがすずめさん役というのも衝撃のキャスト発表でしたし、圭司役の庄司浩平くんも芝居がうまくて、この2人の掛け合いが本当に楽しかったです。もともと真見田先生の原作はもちろん2巻まで既読だったのと、今年圭司の誕生日である4月12日に発売されたドラマ CD が動画にしてしまうほどに大のお気に入り作品だったので、実写化も嬉しかったです。原作の再現度プラス原作にないオリジナル展開でたっぷり12話で見せてくれたドラマ版の2人は、原作とはまた違ったすずめさんの可愛さと圭司の若さが強調されたように感じて新鮮でした。動画にしているほど楽しい時間でした。恋愛ルビの正しい振り方。小下劣田中先生の原作が好きで、もちろん既読の作品だったので実写化には驚きでした。ドラマ CD も大のお気に入り。この短編をドラマ化するときに
1話と最終話以外は完全オリジナルになるだろうと分かっている作品でした。最初から新鮮な気持ちで見られたのは良かったです。高校時代、園芸部で地味なモブキャラだったヒロにずうずうしく絡んできた夏男はヒロにとって黒歴史だった。数年後、過去の自分と決別し美容師として生まれ変わったヒロは偶然夏男に再会。動揺するヒロだったが、夏男はヒロだと気づいている様子もなく、しかも付き合いたいと告白まで。1ヶ月後にズタボロに振ってやる。そう思ったヒロは復讐のために夏男と付き合うことにしたのだったが、一緒に過ごすうちに惹かれていきという話。2人ともピュアで不器用で毎週楽しく見守りました。1話はほぼ原作通り、2話以降は完全オリジナル。全8話で最終話1話前の7話を見た時につながったと思わず声が出ていました。最終話もオリジナル展開でヒロが夏男への思いに気づいて走る。しっかり見せてくれたラブシーンもニコニコしてしまいました。たくみくんシリーズドラマ版、学園 BL 小説の金字塔、後藤忍先生原作のたくみくんシリーズがついに初の連続ドラマ化。人里離れた山の中腹に立つ全寮制男子校、指導学院高等学校。実は人知れず恋人関係にある匠とギー。過去のトラウマから人に触れることも触れられることもできない人間摂食嫌悪症を抱える匠は、ギーのまっすぐで深い愛情に支えられながらかけがえのない日々を送っていた。しかし幸せを感じる反面、心の奥底では自分の全てをさらけ出せば嫌われてしまうのではないかという不安を拭いきれずにいた。ギーは近くにいながらも触れ合えない関係に苦悩し、匠の本当の気持ちが見えなくなっていく。そんな中、匠に執拗に迫る3年生の野崎が現れたことで、ギーは嫉妬と不満を募らせるのだった。指導学院では他にも様々な思いが交差していた。好きだからこそ伝えられない、伝わらない。心を閉ざした不器用な匠と、アメリカ育ちで超がつくほどの御曹司のギー。正反対の2人の恋の行方は、ギーと匠を中心に指導学院の生徒たちの切ない恋模様が繊細に描かれるシリーズ。全6話を一気見してしまいました。あなたを殺す旅。これはまだ FOD でしか見られないのですね。地上波放送の予定はないのでしょうか。ヤクザ BL 好きの私としては刺さりました。ちなみに私のおすすめ作品は動画にしているので、よろしければご参考までに概要欄に貼っておきます。この作品は原作未読だったので、1話を見てすぐに購入。速攻読みました。浅井彩先生原作の上下巻で上巻がドラマ化されています。下巻で続編をやってほしい。情に厚く男気もあり、多くの組員から愛される若頭の片岡。しかしとある騒動をきっかけに組長の実子キリーの命令でほとぼりが冷めるまで行方をくらます旅に出ることに。そんな片岡の世話役を任されたのは、かつて組長の付き人をしていた組員小田島だった。運転手兼付き人、時には性欲処理までする便利な世話係として淡々と役目をこなしていく小田島だが、その胸中には裏の使命があった。それはキリーから跡目争いに邪魔な片岡を始末するよう厳命されていた。7年前の抗争で起きたある事件を境に、片岡に対して強い憎しみを抱く小田島は使命と復讐心を胸に片岡と旅に出る。二人きりの旅の道中、義理人情に熱く出会った誰もが好きになる片岡の人間的な魅力に惹かれていく小田島。一方片岡も普段は寡黙で淡々としている小田島が見せる意外な一面に興味を持ち、だんだんと二人の距離は近づいてゆく。過去、使命、そして愛情。不器用に揺れる感情に苦しむ小田島が出した答えとは。旅の果てに待ち受けるのは死か、それとも愛か。憎しみと愛情が交錯する危うく切ない人情ラブストーリー。良すぎました。25時赤坂でシーズン2。前作では晴れてカップルになった葉山あさみと白崎由紀。甘々な生活を送っている俳優2人の続編。人気俳優として順風満帆に仕事をこなす葉山、注目の若手俳優としてステップアップした白崎は、多忙なスケジュールのわずかな隙間を縫い、葉山の家で甘く愛おしい時間を共にしていた。予定通り撮影準備に入った昼の夢のスペシャルドラマだが、
そこに2人の恋人関係に波乱を呼び起こす出来事が。2人の思いは盤石で、マネージャーの協力も得てさらなるお仕事に。舞台編に突入。2人は同じ舞台のオーディションを受けることになり、恋人同士であると同時に2人の俳優はライバルに。そこに登場するライバルの存在、恋人同士としての人生はどんな未来を迎えていくのか。パンクストライアングル。ミステリアスな推しモデルの愛、不器用でも才同級生のエナが。正反対の2人は実は同一人物。その2人に恋をした超絶ピュアボーイの千秋。ドキドキなトライアングルを描いたストーリー。高校3年生の時、千秋は友達の付き添いで見たファッションショーでカリスマモデル愛と出会い、衝撃を受ける。3年後、服飾専門学校に通う千秋は憧れの愛に自分の作った服を着てランウェイを歩いてもらうことを夢見ていた。ある時、コンペで優勝すれば夢が叶うと知った千秋はがぜん張り切るが、共同制作の相手が猛くて超絶不器用なエナガに決まり絶望する。そんなある夜、初めて訪れたクラブで絡まれた千秋を助けてくれたのはあの愛だった。しかも彼から色気たっぷりに夜遊びの仕方教えてあげると迫られて、不器用なエナガと一緒に作業するうちにエナガのことが気になりだし、愛との狭間で悩むように。一方、愛とエナガの2つの顔で千秋と知り合ったことを思い悩み始める愛、エナガ。このトライアングルの関係がどうなっていくのか。原作は未読ですが大人気の作品なのですね。愛でもエナガでも色気が隠せない藤林くんがすごく良かったです。修学旅行で仲良くないグループに入りました。これはもう四天王の一人、イケメンの渡来と普通男子日置のキュンキュンする流れにニコニコの作品です。王道のラブコメといった印象ですよね。日置の普通の男子感がすごく良くて、イケメン渡来の嫉妬が笑ってしまうくらいに可愛くて愛おしい。タイトル通り修学旅行から始まるラブストーリー。高校2年生の日置は仲の良い友達とクラスが離れて修学旅行の半決めで一人ぼっちに。しかし同じ中学出身の堀田に誘われて4人のイケメンが集うグループに強引に招かれる。四天王と呼ばれるほど学校の人気者たちに最初は困惑する日置だが、四天王の一人渡来が常に日置のことを気にかけてくれ、徐々に打ち解けて仲良くなっていく。そんな中、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメン渡来に執着されてしまう学園格差ラブストーリー。友達同士ってこんなことすんの。恋愛とは無縁のピュアボーイに積極的に重めな愛をアピールするイケメン。もう何でもするから許してほしい。修学旅行が終わっても学校生活の中で関係性は続き、どんどん近づいて渡来の重い寵愛を受けることになるという、とても楽しく可愛く、さらに四天王の3人が2人を見守る自然な対応に BL の優しい世界が完結していました。アフターストーリーやばいですね。 FOD 独占での前後編、これは絶対に見なければという嬉しいおまけです。原作小説は買っただけでまだ読んでいないので読みたいと思います。セラピーゲーム。ゲイのカメラマン湊は失恋したばかりの獣医学生静馬と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし翌朝湊の隣で目覚めた静馬は湊のことを全く覚えていなかった。この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと静馬を惚れさせることが湊にできるか賭けをすることに。あいつの傷を癒してやってから思いっきり捨ててやる。賭けのために静馬に近づく湊だったが、誠実でまっすぐな静馬と過ごすうち計画は次第に揺らぎ始め、落として捨てるはずだったのに。賭けから始まる2人のゲームの行方はという始まり。原作は日野原め先生のセラピーゲームシリーズ。原作が大好きなのでちょっと解釈違いが気になってしまいました。勝手な私の脳内の話なので楽しんだ方にはごめんなさい。湊はもっとオラついているイメージだったのと、静馬が歴代彼女に教育されてきたスパダリ感が出ていなかったと感じたのは私だけかもしれません。これを舞台化するとはイメージできないのですが、どのような作品になるのか、ドラマとは違う舞台上の芝居がどのように展開されるのか、見に行った方の感想を聞きたいところです。
これから原作を読む方はセラピーゲームはスピンオフなので、ぜひシークレットペケペケペケから読んでくださいね。それからセラピーゲームの上下巻、ドラマはここまでで、原作はそこから先リスタートへ続きます。ちなみに小野裕受の作品としては3本の指に入る私のお気に入りです。リスタートの7巻も楽しみにしています。絶対 BL になる世界 VS 絶対 BL になりたくない男ファイナル。絶対に BL になりたくない男であるモブは今回もひたすら BL フラグを回避しながら B が L する世界を生きている。果たしてモブは襲いかかる数々の王道 BL 恋愛フラグを回避しきれるのか、それとも B が L する世界に落ちてしまうのか。これはという最後になりましたが、最後まで楽しく見ました。これで終わってしまうのは寂しいです。IF の世界で恋が始まる。技術職から営業部に移動して1年。専門知識はあるが口下手な加納昭人は職場に馴染めず孤独な日々を送っていた。同期で営業部のエース大神誠二とはあるトラブルをきっかけに関係がこじれてしまい、憧れと劣等感の狭間で揺れている。ある満月の夜、昭人はふらりと立ち寄った神社で古びた鏡を見つける。そこにはこの鏡を見た人のなりたい姿が現れ、いつか本当にその姿へたどり着けると書かれていた。その言葉に導かれるように昭人は大神から認められて自然に笑いかけられる、そんな自分になりたいと願う。すると突然霧が立ち込め、理想の自分が生きる平行世界へと迷い込んでしまった。目覚めた昭人を待っていたのは気さくに声をかける同僚や熱っぽい視線を向けてくる大神。昨日までとは一転、昭人にとって居心地の良い世界で、夢のような日々の中で昭人は自分の本当の気持ちと向き合い始め、やがて元の世界で見落としていた大切なものに気づいていく。理想と現実の狭間で揺れる思いの行方はという話。最終回まで見て思ったのは話数が短すぎました。特に最終回ではやっと大神視点になったところで駆け足感が否めない展開で、6話で無理やり収めたような感じがしてしまいました。原作も好きですしドラマもめちゃくちゃ良かったのですが、これはちょっともったいない。仕事の話に重きを置きすぎていて、恋愛面での心情描写が原作と違って足りていないと感じてしまいました。平行世界に行く前に加納が築いた恋心、同性を好きになってしまうことを否定しつつも悩み、理想の自分がいる世界へ行ってからは周りの人とのコミュニケーションが取れて、大神が好意を寄せてくれている。元の現実世界とのギャップに戸惑いながらも過ごしているうちに楽しく過ごしているけれど、その IF の世界は周りの人が優しくなったわけじゃなく、 IF の世界の加納自身が築いてきた関係性であることに気づき、大神との関係も IF の世界の大神は俺がいるから大丈夫と言ってくれるのに対し、元の世界の大神はお前なら大丈夫と言ってくれる違いに気づき、元の世界へ戻ることを選ぶという。 IF の世界でいろいろなことに気づかされて元の世界に戻った加納は改めて周りとの関係を構築していく。加納が好きなのはやっぱり元の現実世界の大神で、最後のハッピーエンドまでの流れも良いですよね。ドラマだと無理やりの畳みかけ感が否めなかったのがちょっとだけ残念。主演の2人が良かったです。2人ともかっこよくて演技が上手い2人だと安心感があります。全体的に満足ではありますが、やっぱり6話でまとめるには短くて少しだけ物足りないと思ってしまいました。久々に原作を読み返そうと思います。というわけで以上が今年私が見た BL ドラマでした。この中からお気に入りベスト5を選んでみました。IF恋は原作も含めてすごく好きな作品ですが、惜しくも5位以内には入らなかったといった感じです。同じく最後までめちゃくちゃ悩んで5位ではなく次点だったのが修学旅行で仲良くないグループに入りました。これもすごく良かったんですけどね、迷いました。ここからは私のお気に入りベスト5。第5位、40までにしたい10のこと。とにかく良かったです。ドラマ版のすずめさんもケイシも愛おしい世界でした。なぜ上位に食い込んでいないかというのは最終回の感想動画で話しましたが、どうしてもがっかりポイントがあったのはしょうがない。私の内面の問題です。
ドラマオリジナルとして最高に楽しめましたが、全12話を通して振り返るとどうしても1話の衝撃を超えることはなかったです。原作が好きでドラマ CD はおそらく今年一番聴いた作品の一つになるので、それとは別物としてドラマ版の世界もめちゃくちゃ良くて本当に楽しめました。40までにしたい10のことが5位ということは悩みに悩みまくっての結果です。第4位、25時赤坂でシーズン2、安定感。これはやっぱり好きです。空気感が良いです。毎週楽しみに見ていた作品で、私にしては珍しく原作との違いが気にならないほどドラマ版の世界観は別物でした。最初は白崎くんの甘さがちょっとイメージ違うかなとも思ったのですが、浅見さんとの間だけに流れる甘い空気感は OK です。この2人はもちろん佐久間と山瀬も良かったですしね。新キャラでドラマオリジナルキャラの黒木も良かった。周りの人たちも含めて優しい世界で、また続きが見たいと思わせてくれた作品でした。シーズン1から原作の要素をうまく使ってドラマオリジナルの作品としてとても楽しめるものになっていました。役者さんたちがうまい。世界観が原作の空気感のまま違った角度から物語を終えたのは楽しかったです。舞台編に入ってからの稽古風景も本番も迫力のある演出で見応えがありました。家庭内別居の時期を経て2人の甘々は最後まで続いていましたね。これもドラマ CD から入って原作も追っている大好きな作品です。続きが楽しみです。浅見さんはイギリスへ、白崎くんは次のドラマへ。ドラマ版のシーズン3はあるでしょうか。第3位、被写界深度。ちょっと順番を迷ったのですが、この作品の空気感はやっぱり好きでした。ロケーションも素晴らしい。映像美と主題歌、特にエンディングは刺さるものがあったのでお気に入りの一つです。原作は上下巻で下巻の方はさらっとといった感じでしたが、うまく6話で収まってすっきり原作の良さをドラマ版で見せてくれたという印象です。2人の関係性が変わっていく心情描写も秀逸で、高校を卒業して会わなくなった2人が大学生になって再会したところから最後に2人が素直になるまで良かったです。こんちゃんはかっこいいし、早川は可愛いし、キャストが良かった作品でお気に入りの作品になりました。特に大学生編の今野視点が好き。最初は FOD 限定配信だったのが地上波でも放送されて多くの人に見ていただけたのも良かったですよね。第2位、アナコロ。これは期待通り良すぎました。原作の世界観を程よく見せてくれた印象です。細かいところを言うと、片岡や桐井の後ろに控えている組員がいまいち迫力がなかったり、凄みがなくて笑ってしまう箇所もありましたし、何度か見返していますが、小田島が桐井に2人で組を抜けるとは宣言していなくて脳内補正されていたので何度か見て気づいたのですが、違和感なく見ていたところがよく見ると言っていなかったり、多少の気になるところはありましたが、それらのツッコミどころをひっくるめて全体的に大満足です。特に小田島役の高橋くんが良かった。寡黙な中に湧き上がる熱い思いがひょうひょうとした片岡との対比で良かったですし、2人の色気がなかなかでした。キャストが好みかどうかもポイントですね。原作の上下巻のうち上巻がドラマ化されているので、ぜひとも下巻で続編をやってほしいです。第1位、ふったらどしゃぶり。今年最初に放送された BL ドラマでしたが、私にとってはこれを超えるドラマには出会えなかったという結論になります。良すぎました。期待を超えていたのはこれだけだったかもしれません。原作の再現度、ストーリーの構成の仕方、演出、つまりドラマとしての見せ方、キャスト、脚本に落とし込んだ原作のセリフ、全てが大満足でした。毎週楽しみにしていて1週間が待ちきれないと思う作品は他にもありましたが、ふったらどしゃぶりは待ちきれないと思いつつも何度も見返しているうちにあっという間に次の週が来て、待ちきれないと思う暇もなかった感覚です。これはことあるごとに言っていますが、とにかく続編希望。できればスピンオフのナイトガーデンで藤沢和明にフィーチャーした救済ストーリーと並行して交わることがなくなり、いつまでも萩原と半井さんと呼び合う2人の
その後を見せてほしいです。それぞれの部屋を出て新しい生活に思いを馳せる余韻が残るドラマになりました。というわけで私のお気に入りベスト5は第5位、40までにしたい10のこと。第4位、25時赤坂でシーズン2。第3位、被写界深度。第2位、アナコロ。第1位はふったらどしゃぶりでした。皆さんのお気に入りはどのドラマでしたか？よろしければコメントで教えてください。来年もまたお気に入りのドラマに出会えますように。不定期配信なのでチャンネル登録をしてまたお付き合いいただけると嬉しいです。今日ご紹介した2025年に私が見た BL ドラマはこちらの再生リストから音源付きで一気に振り返ることができます。また次の動画でお会いしましょう。